ご視聴していただきありがとうございます。ライセンスサービスです。60分で完結、凡面学科試験の一夜漬け講座です。こちらの人気動画を解説の要点を絞って60分でまとめました。詳しい解説の必要な方は、問題番号は同じなので、こちらの動画をご覧ください。それでは始めます。問題1。乗車定員5人の自動車は、運転者も含めて、大人2人と12歳未満の子供4人が乗車することができる。答えは、○です。子供3人を大人2人として計算するので、乗車定員5人の自動車に乗車可能です。問題2。身体障害者用の車で通行している人がいるときに、安全な感覚があったので徐行しないでそのままの速度で通行した。答えは×です。子供が一人で歩いている時や体の不自由な人などが通行している時は一時停止か徐行をしなければなりません。問題3。標識により追い越しが禁止されている場所では自動車や一般原動機付き自転車を追い越すことはできないが、特定小型原動機付き自転車や軽車両を追い越すことはできる。答えは○です。追い越し禁止の標識のある場所やその他の追い越しを禁止する場所でも軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越すことはできます。問題4。3車線の通行帯のある交通整理の行われていない交差点を一般原動機付き自転車で右折するとき、自動車と同じ方法の小回り右折をした。この問題は環状交差点を除いてお考えください。答えは○です。交通整理の行われていない交差点では一般原付も自動車と同じ小回り右折をします。問題5。近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきたので一時停止しないで道路の左側によって進路を譲った。答えは○です。近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきたときは一時停止の必要はありません。道路の左側によって譲ります。問題6。駐車が禁止されていない場所で通行車両が少なく車の右側に 2.5 メートルの余地があったのでその場所に駐車した。答えは×です。たとえ駐車が禁止されていない場所でも車の右側の道路上に 3.5 メートル以上の余地がなくなる場所では駐車してはいけません。問題7。高速道路は駐停車が禁止されているが故障のためやむを得ず十分な幅のある路側帯に駐車した。答えは○です。高速道路では駐停車をすることはできませんが故障などの場合はやむを得ないので十分な幅のある路側帯や路肩に駐停車することができます。問題8。対面する信号が黄色の灯火が点滅している場合、歩行者や遠隔操作型小型車、車や路面電車は他の交通に注意して徐行して通行しなければならない。答えは×です。黄色の点滅信号は他の交通に注意して進むことができます。徐行の義務はありません。なお、赤色の点滅信号は車などは停止位置で一時停止しなければなりません。問題9。交通整理の行われていない交差点で明らかに広い交差道路の右方から一般原動機付き自転車が近づいてきたが左方の普通自動車を運転していたので先に通行した。答えは×です。交差道路が明らかに広い場合は交差道路を通行する車が優先です。この場合左方車の優先はなくなり普通自動車は一般原動機付き自転車の通行を妨げてはいけないことになります。問題10。二輪車を安全に急停止させるためには前輪ブレーキを補助的に使い後輪ブレーキをできるだけ強く踏むと良い。答えは×です。二輪車を急停止させるための効果的な制動方法は乾燥したアスファルト路面で強いブレーキをかけるときには前輪ブレーキは強めに
後輪ブレーキは弱めに操作します。問題11。路側帯の幅が 0.75 メートル以下の道路で駐停車するときは、路側帯に入らず車道の左端に沿わなければならない。答えは丸です。路側帯の幅が 0.75 メートル以下の場合は、路側帯に入らず、車道の左端に沿って駐停車します。路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合は、路側帯に入り、車の左側に 0.75 メートル以上の余地を空けます。問題12。児童の乗り降りのために停止している通学バスのそばを通行するとき、安全な間隔があったので、徐行しないでそのままの速度で通行した。答えは×です。通学通園バスのそばを通るときは、十分な側方間隔があっても、徐行して安全を確かめて通行しなければなりません。問題13。同一方向に2つの車両通行帯があるときは、速度の遅い車が左側の通行帯を、速度の速い車が右側の通行帯を通行する。答えは×です。2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません。右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておきます。問題14。左端の通行帯がバス専用通行帯に指定されている道路では、普通自動車は交差点を左折する場合や緊急自動車に進路を譲る場合でも、その左端の通行帯を通行することはできない。答えは×です。バス専用通行帯でも左折や右折するとき、工事でやむを得ないとき、緊急自動車に進路を譲るときは通行できます。また小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両は左端の通行帯がバス専用通行帯でも通行することができます。問題15。交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点に入るとき、右方から路面電車が接近してきたが、左方車が優先なのでそのまま進行した。答えは×です。交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点でも、交差道路から路面電車が近づいてきたときは、右側からでも左側からでも、その近づいてきた方向に関係なく路面電車の通行を妨げてはいけません。問題16。警察官が手信号で腕を横に水平に上げているときは、警察官の身体の正面に対面する交通は、信号機の黄色の灯火と同じ意味である。答えは×です。警察官が腕を横に水平に上げているときに、その警察官に対面する交通は赤色の信号と同じです。警察官に対面する交通は、腕を横に水平に上げていても腕を垂直に上げていても、どちらも赤色の信号と同じ意味です。問題17。車の停止距離は、路面やタイヤの状態に関係なく、ブレーキを踏む速さと強さで決まる。答えは×です。停止距離は路面やタイヤの状態、運転者によっても影響を受けます。運転者が疲れている時などは空走距離が長くなり、路面やタイヤ、積み荷の状態によっては制動距離が長くなります。そしてこれらの影響から停止距離も長くなります。問題18。他の車に追い越されるとき、追い越しのための十分な余地がない場合でも、進路を譲る必要はない。答えは×です。他の車に追い越されるとき、追い越しをするための十分な余地がない場合は、できるだけ左により進路を譲らなければなりません。また、追い越しが終わるまで速度を上げてはいけません。問題19。自動車の速度と燃料消費量には密接な関係があり、速度が速すぎても遅すぎても燃料消費量は多くなる。答えは○です。車が走行すると空気抵抗や転がり抵抗などが発生して、速い速度ほどこの抵抗は大きくなり燃料消費が大きくなります。また速度が遅いと低速ギアを使用したり、
発進停止を繰り返した時も燃料消費が大きくなります。そのため速度が速すぎても遅すぎても燃料消費量は多くなります。問題20。徐行とは車がすぐに停止できるような速度で進むことであり、具体的な速度は路面状態や車の種類、積載の状態などによって同じではない。答えは○です。徐行とは車がすぐに停止できるような速度で、一般にブレーキを操作してからおおむね1メートル以内で止まれる速度や時速10キロ以下とされていますが、乾燥した道路や積雪凍結のある道路、積み荷のあるなしなどの条件によってすぐに停止できる速度は同じではありません。問題21。警笛区間の標識があったので、見通しの良い道路の曲がり角で警音器を鳴らした。答えは×です。この標識のある道路でも見通しの良い場所では鳴らしてはいけません。警笛を鳴らさなければならない場所は、見通しの利かない道路の曲がり角、左右の見通しの利かない交差点、見通しの利かない上り坂の頂上を通るときです。問題22。安全地帯のない停留所に路面電車が止まっているときは、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで停止して待たなければならない。答えは○です。安全地帯のない停留所に路面電車が止まっているときは、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで路面電車の後方で停止して待たなければなりません。ただし安全地帯があるときは、乗り降りする人がいてもいなくても徐行して進むことができます。また安全地帯がないときでも、乗り降りする人や道路を横断する人がいないときで、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔を空けることができるときは、徐行して進むことができます。問題23。大型貨物自動車等通行止めの標識のある道路で、車両総重量7トン、最大積載量4トン、乗車定員2人の貨物自動車を運転した。答えは○です。この標識のある道路を通行してはいけない自動車は、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車です。問題文の車両総重量7トン、最大積載量4トン、乗車定員2人の貨物自動車は準中型自動車ですので、この標識のある道路でも通行することができます。問題24。オートマチック車を運転中、強力なエンジンブレーキが必要なときは、チェンジレバーをセカンドかローに入れると良い。答えは○です。長い下り坂や急な下り坂などで運転するときに、強力なエンジンブレーキを必要とするときは、チェンジレバーをセカンドかローに入れます。問題25。高速自動車国道の本線車道では、大型乗用自動車と大型貨物自動車の法定最高速度は同じである。答えは×です。大型乗用自動車の最高速度は時速 100km ですが、大型貨物自動車は時速 90km です。同じ大型自動車でも乗用自動車と貨物自動車は最高速度が違います。問題26。標識や表示で最高速度が時速 50km に規制されている一般道路では、すべての自動車や原付は時速 50km を超えない速度で運転できる。答えは×です。時速 50km に規制されている道路でも、一般原動機付き自転車は時速 30km を超えてはいけません。故障車などをロープなどで牽引して運転する場合は、牽引する時の法定速度を超えてはいけません。特定小型原動機付き自転車は時速 20km、小型特殊自動車は時速 15km を超える速度を出せない構造になっています。問題27。交差点とその手前から30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合を除き、他の自動車や一般原動機付き自転車を追い越してはならない。答えは○です。この場所は追い越しを禁止する場所です。優先道路を通行している場合を除いて、
自動車や一般原動機付き自転車を追い越してはいけません。問題28。運転者が運転席に乗車している場合の停止は、すぐに運転できる状態なので、継続的に停止していても駐車にはならない。答えは×です。運転者が乗車してすぐに運転できる状態でも、車が継続的に停止するときは駐車になります。ただし、すぐに運転できる状態での短時間の停止は停車になります。問題29。歩行者用道路は歩行者だけが通行できる道路なので、緊急自動車や郵便車以外の車はどのような場合でも通行することができない。答えは×です。歩行者用道路でも緊急自動車、郵便車、清掃車などのほか、沿道に車庫のある車や身体障害者を輸送する車、貨物の集配のための車などは警察署長の許可を受けて通行することができます。問題30。同一方向に進行しながら右方に進路を変えるときの合図は、進路を変えようとするときの約30メートル手前である。答えは×です。進路を変えるときの合図の時期は、進路を変えようとするときの約3秒前です。30メートル手前でする合図は、右左折や転回をしようとするときです。問題31。運転する速度が速くなればなるほど視野が広くなり、遠くのものや近くのものがよく見えるようになる。答えは×です。速度が速くなればなるほど視力は低下します。そして速度が速いほど遠くを見ようとするため、視野が狭くなり、近くは見えにくくなります。問題32。タイヤチェーンを装着したときは、装着後少し走行してからもう一度装着具合を確認すると良い。答えは○です。タイヤチェーンをつけたときは、少し走行するとチェーン全体に緩みが起きることがあるので、外れないようにもう一度チェーンの張り具合を確認します。問題33。道路工事中の標識は、この先の道路が工事中のため、車の通行ができないことを示している。答えは×です。この標識の意味は、この先で工事をしているため注意が必要であることを促しているものです。通行の禁止ではありません。警戒標識は、道路上の危険や注意すべき状況などを知らせて注意を促すもので、特定の交通方法を禁止するものではありません。問題34。車が衝突した時の衝撃力は、硬いものにぶつかった時のように、衝撃の作用が短い時間に行われるほどその力は大きくなる。答えは○です。車が衝突した時の衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなったり、硬いものに瞬間的にぶつかった時も大きくなります。問題35。バスや路面電車の運行時間中の停留所の表示板から10メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されている。答えは○です。バスや路面電車の停留所の表示板から10メートル以内の場所は、駐車も停車もしてはいけない場所です。ただし、運行時間中に限ります。問題36。下り坂でブレーキが効かなくなったときは、素早くギアチェンジでエンジンブレーキを効かせ、さらにハンドブレーキを引くと良い。答えは○です。下り坂でブレーキが効かなくなったときは、減速チェンジでエンジンブレーキを効かせ、さらにハンドブレーキを引きます。それでも止まらないときは、山側に車体の側面を接触させたり、溝に車輪を落としたりして止めます。問題37。総排気量 660cc 以下の普通自動車は、大型特殊免許を受けていれば運転することができる。答えは×です。大型特殊免許を受けていても、総排気量 660cc 以下の普通自動車を運転することはできません。大型特殊免許で運転できる車は、大型特殊自動車、小型特殊自動車、
一般原動機付き自転車です。問題38。原動機付き自転車でブレーキをかけるときは、前輪ブレーキは使わず、後輪ブレーキだけを使うのが良い。答えは×です。原動機付き自転車や自動二輪車でブレーキをかけるときは、車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態で、前輪後輪のブレーキを同時にかけます。二輪車は、前後輪ブレーキをそれぞれ手と足で操作をする仕組みで、どちらか一方のブレーキだけで制動操作をしようとすると、停止距離が長くなったり、転倒してしまうことがあります。問題39。自動車を運転するときは、自動車損害賠償責任保険か責任共済に加入しなければならないが、原動機付き自転車を運転するときは、それらに加入する必要はない。答えは×です。一般原付や特定原付を運転する場合も、自動車損害賠償責任保険か責任共済に加入しなければなりません。問題40。オートマチック車で長い下り坂をチェンジレバーのドライブの位置のままブレーキを連続して使うと、ベーパーロック現象などによりブレーキが効かなくなることがある。答えは○です。チェンジレバーのドライブの位置はエンジンブレーキの効きが弱いので、長い下り坂ではフットブレーキを使いすぎることがあります。フットブレーキを使いすぎると、ベーパーロック現象やフェード現象によりブレーキが効かなくなる恐れがあります。問題41。車を追い越すときは、その右側を通行しなければならないが、路面電車を追い越すときは、その左側を通行しなければならない。答えは○です。車を追い越すときは、その車の右側を、路面電車を追い越すときは、路面電車の左側を通行しなければなりません。追い越し方法の原則として覚えておきましょう。問題42。大型自動二輪車や普通自動二輪車に荷物を積むときは、荷台から左右に15センチメートルまではみ出して積むことができる。答えは○です。大型自動二輪車や普通自動二輪車と一般原動機付き自転車に荷物を積むときは、荷台の幅から左右に15センチメートルまで、荷台から後方に30センチメートルまではみ出して積むことができます。そして地上から2メートルを超えない高さまで積むことができます。問題43。標識などによって路線バスと優先通行帯に指定されている道路は、路線バスと通学通園バス以外の自動車は通行してはいけない。答えは×です。路線バスと優先通行帯でも、路線バスなど以外の自動車もその通行帯を通行できます。ただし、右左折をするときや工事などでやむを得ないとき以外は、路線バスなどが近づいてきたときは、その通行帯から出なければなりません。また交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきても、その通行帯から出られなくなりそうなときは、初めから通行してはいけません。問題44。普通免許を受けて1年を経過していない人でも、普通貨物自動車を運転するときであれば、初心者マークをつけなくてもよい。答えは×です。普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者は、乗用車、貨物車に関係なく、普通自動車を運転するときは、初心者マークをつけなければなりません。また、準中型免許を受けて1年を経過していない初心運転者は、準中型自動車または普通自動車を運転するときも、初心者マークをつけなければなりません。問題45。横断歩道や自転車横断帯と、その端から前後5メートル以内の場所では、駐車も停車もしてはいけない。答えは○です。横断歩道や自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所は駐停車禁止場所です。禁止場所の範囲はその手前ではなく前後5メートル以内であることを間違えないようにしましょう。問題46。酒を飲んで運転してはいけないが、これから車を運転しようとする人に
少しであれば酒を進めても構わない。答えは×です。酒を飲んで運転してはいけないことは当然ですが、これから車を運転しようとする人に少しであっても酒を進めることも禁止されています。その他、少しでも酒を飲んでいる人に車を貸したり、飲酒運転をしようとしている車に同乗することも禁止されています。問題47。衝突する時の衝撃力は、車の重量が軽い方が大きくなる。答えは×です。車が衝突した時の衝撃力は、車の重量が重ければ重いほど、速度が速ければ速いほど大きくなります。また硬いものに瞬間的にぶつかった時も大きくなります。例えば、時速 60km でコンクリートの壁に激突した場合は、約14メートルの高さから落ちた場合と同じ程度の衝撃力を受けます。問題48。停止線のない交差点で、交通整理中の警察官が赤色を示す手信号をしていたので、その交差点の直前で停止した。答えは○です。警察官や信号機の信号に従って停止する時の停止位置は、交差点に停止線がない時は、その交差点の直前に止まります。この場合、停止線がある時は、停止線の直前に、停止線がなく、交差点のすぐ近くに横断歩道や自転車横断帯がある時は、その直前に止まります。交差点以外では、横断歩道や自転車横断帯か踏切があるところでは、その直前に止まります。横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところでは、信号機があるときは、信号機の直前に止まり、警察官などが手信号などをしているときは、その警察官などの1メートル手前に止まります。問題49。駐車が禁止されていない道路であったので、同じ場所に引き続き、12時間以上駐車した。答えは×です。駐車が禁止されていない道路であっても、同じ場所に引き続き12時間以上、夜間は8時間以上駐車してはいけません。問題50。二輪車でカーブを走行するときは、カーブに入ってからブレーキをかけて速度を調整するのが良い。答えは×です。二輪車でブレーキをかけるときは、車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態でかけます。そのため、カーブの手前の直線部分でブレーキをかけ、十分速度を落としてからカーブに入るようにします。問題51。貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することはできないが、荷物の積み下ろしのために必要最小限度の人を荷台に乗せることはできる。答えは×です。人は座席に乗せなければならないので、貨物自動車の荷台には人を乗せることはできませんが、荷物を積んだとき、その荷物が転落したり荷崩れを起こさないように、その荷物を見張るために必要最小限度の人を荷台に乗せて運転することができます。荷台に人を乗せる目的は見張りのためなので、荷物の積み下ろしなどではありませんのでご注意ください。問題52。前の車を追い抜こうとしたところ、前の車がそれに気づかず急に進路を変え始めたので、衝突を避けるためやむを得ず警音機を鳴らした。答えは○です。警音機は危険を避けるため、やむを得ない場合は鳴らすことができます。危険を避けるため、やむを得ない場合とは、相手がその危険に気づいていない場合などで、制動操作だけでは間に合わず、警音機を鳴らす以外に事故を避けられない場合です。問題文の場合、前の車は追い抜こうとしている自動車の接近に気づかず、急に進路の変更を始めたので、衝突を避けるため、やむを得ない場合と言えます。問題53。一般原動機付き自転車で、一般原動機付き自転車の右折方法、小回りの標識のある交差点を右折するとき、交通整理が行われ、3つの車両通行帯があったので2段階右折をした。答えは×です。一般原付で交差点を右折する場合、たとえ交通整理が行われ、車両通行帯が3つ以上ある道路の交差点でも、
一般原動機付き自転車の小回り右折をしなければならない標識があるときは、自動車と同じ小回り右折をします。問題54。免許を受けていても、免許証を携帯しないで自動車や一般原動機付き自転車を運転すると、無免許運転になる。答えは、×です。免許を受けた人が免許証を携帯せずに運転したときは、無免許運転ではなく、免許証不携帯という交通違反になります。無免許運転になる場合は、有効期間の過ぎた免許で運転したときや、その免許で運転できない車を運転したときなどです。問題55。内輪差とは、車が曲がるとき、後輪が前輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡の差を言う。答えは、○です。内輪差とは、右左折をするときなど車が右や左に曲がるとき、後輪が前輪より内側を通る通行位置の差を言います。この内輪差は、車の長さが長くなるほど大きくなり、ハンドルを多く切ったときも大きくなります。問題56。二輪車でカーブを走行するときは、クラッチを切って打力で一定の速度を保ち、カーブの後半で徐々に加速すると良い。答えは、×です。二輪車でカーブを走行しようとするときは、カーブの手前の直線部分であらかじめ十分速度を落とし、カーブの途中ではクラッチを切らないで、車輪にエンジンの力をかけながら走行します。クラッチを切るとエンジンの力が車輪に伝わらない構造のため、打力で曲がろうとすると、バランスを失いやすく危険です。問題57。故障車をロープなどで牽引しているときや小型特殊自動車は、高速自動車国道を通行することができない。答えは、○です。高速自動車国道は時速 50km 以上の最低速度の制限があるので、故障車を牽引している場合や小型特殊自動車は通行できません。ただし、自動車専用道路は最低速度の制限がないので、故障車を牽引している場合や小型特殊自動車であっても通行することができます。問題58。自動車の管理が不十分で、車のキーを勝手に持ち出されて事故が起きたときは、車の所有者もその責任を負わなければならないことがある。答えは、○です。他人に車を貸したり、車の管理が不十分で勝手に持ち出された場合でも、その車で事故が起こされたときは、車の所有者も責任を負わなければならない場合があります。車から離れるときは勝手に持ち出されて他人に運転されることがないように、鍵の管理など盗難防止の必要な措置をしなければなりません。問題59。オートマチック車は停止中にチェンジレバーをニュートラルにしておけばクリープ現象は起きないので、ブレーキペダルを踏んでおく必要はない。答えは、×です。クリープ現象とは、チェンジレバーをパーキングかニュートラル以外にすると、ブレーキを緩めるだけで車が動き出す現象で、ニュートラルにするとエンジンの力では動き出しませんが、傾斜のある場所では転がり出すことがあるので、停止中はブレーキペダルを踏んでいないと危険です。信号待ちなどの停止中は、ブレーキペダルをしっかり踏んでおき、念のためハンドブレーキもかけておきます。停止時間が長くなるときはニュートラルにしておきましょう。問題60。同一方向に3つの車両通行帯のある道路で他に通行している車両がなかったので、一番右側の車両通行帯を走り続けた。答えは、×です。自動車は3つ以上の車両通行帯のある道路では、最も右側の通行帯は追い越しなどのために開けておき、速度の遅い車が一番左側の通行帯を、速度が速くなるにつれて順次右側の通行帯を通行します。なお、2つの通行帯のある道路では、右側の通行帯は追い越しなどのために開けておき、左側の通行帯を通行します。問題61。警察官が手信号で両腕を垂直に上げたときは、警察官の身体の正面に並行する交通は赤色の信号と同じ意味である。答えは、
×です。警察官などが腕を垂直に上げたときは、警察官などの身体の正面に並行する交通は黄色の信号を表しています。そして腕を横に水平に上げているときは青信号を表しています。警察官などの身体に対面する交通が、警察官などが腕を横に水平に上げていても垂直に上げていても赤信号を表しています。問題62。夜間一般道路に駐停車するときは50メートル後方から見える場所であっても必ず非常点滅表示灯、駐車灯または微灯をつけなければならない。答えは×です。自動二輪車などを除く自動車は夜間駐停車するときは非常点滅表示灯、駐車灯または微灯をつけなければなりません。しかし道路照明などにより50メートル後方から見える場所に駐停車する場合や停止表示機材を置いて駐停車する場合は非常点滅表示灯、駐車灯または微灯を点灯する必要はありません。問題63。夜間室内灯をつけて走行すると車外が見えにくくなるのでバス以外の自動車はつけない方が良い。答えは○です。夜間室内灯をつけて走行すると室内灯の明かりが窓ガラスに映り込んだり、車内の明るさによって交通状況がより一層見えにくくなるので危険です。事故防止上、走行中の使用は控えましょう。問題64。勾配の急な下り坂は駐停車をしてはいけないが、勾配の急な上り坂は駐停車をすることができる。答えは×です。勾配の急な坂は上り坂も下り坂も駐停車禁止です。坂道で駐停車禁止の場所は上りと下りを含めた勾配の急な坂と坂の頂上付近です。なお徐行場所や追い越しを禁止する場所は勾配の急な坂では下り坂だけなので、これと間違わないようにしましょう。問題65。近くに交差点のない一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきた時でも必ず道路の左側によって進路を譲らなくてはならない。答えは×です。緊急自動車に進路を譲る場合、原則として道路の左側に寄りますが、一方通行の道路では車が左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げとなるような時は道路の右側によって進路を譲ります。なお、この問題文の場合、近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきた時なので、一時停止の義務はありません。問題66。前の車を追い越そうとする場合、前の車が右折などのために右側に進路を変えようとしている時は、追い越しを始めてはならない。答えは○です。他の車を追い越す時は、その車の右側を通行しなければならないので、前の車が右折などをしようとして右側に進路を変えようとしている時に追い越しを始めることは大変危険なので禁止されています。ただし、前の車が右折などをしようとして道路の中央や右端によって通行している時は、その左側を通行することができます。問題67。原動機付き自転車を追い越そうとしている普通自動車を追い越した。答えは○です。これは二重追い越しの禁止になるかならないかの問題です。禁止になる場合は、前の車が自動車を追い越そうとしている時に、その前の車が追い越しを始める場合です。前の車には自動車、原付、軽車両のすべての車を含みますが、その車に追い越されようとしている一番前の車は自動車だけなので、原付や軽車両の場合は二重追い越しの禁止にはなりません。問題68。二輪車のブレーキのかけ方は、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルやブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルを戻したりシフトダウンによるエンジンブレーキがある。答えは○です。二輪車のブレーキのかけ方には、ブレーキレバーの前輪ブレーキ、ブレーキペダルやブレーキレバーの後輪ブレーキ、
スロットルを戻したりシフトダウンによるエンジンブレーキがあります。問題69。対向車と正面衝突の恐れがあるときは、軽音機とブレーキを同時に使い、できるだけ左端に避けて、絶対に道路外には出ないようにしなければならない。答えは×です。対向車との衝突を避けるために、軽音機を鳴らしながらブレーキをかけ、速度を落としてできるだけ左側に避けるようにします。そして道路の外が安全な場所であるときは、道路の外へ出て衝突を避けるようにしましょう。問題70。横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する人や自転車がいないことが明らかなときは、速度を落としたり一時停止しないで通行できる。答えは○です。横断歩道などに近づいたとき、横断する人や自転車がいないことが明らかなときは、そのまま進むことができます。歩行者などがいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。歩行者などが横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道などの手前で一時停止して、歩行者などに道を譲らなければなりません。問題71。準中型免許を受けて1年が経過していない初心運転者は、準中型自動車を運転するときは初心者マークをつけなければならないが、普通自動車であればつけなくてもよい。答えは×です。準中型免許を受けて1年を経過していない初心運転者は、準中型自動車を運転するときや普通自動車を運転するときであっても、初心者マークをつけなければなりません。問題72。故障車をロープで牽引するときは、その故障車を運転できる免許を持っている人を乗せて、ハンドルやその他の装置を操作させなければならない。答えは○です。故障車をロープなどで牽引する方法は次の通りです。牽引する車と故障車との間は、丈夫なロープなどで5メートル以内の間隔を保ち、ロープなどの見やすい箇所には 0.3 メートル平方以上の白い布をつけなければなりません。そして故障車には、その車を運転することができる免許を持っている人を乗せて、ハンドルやその他の装置を操作させなければなりません。問題73。横断歩道の手前に自動車が止まっていたので、そのそばを通るときに、徐行して安全を確かめて通行した。答えは×です。横断歩道などの手前に停止している車があるときに、そのそばを通って前方に出る前は、徐行ではなく一時停止をしなければなりません。横断歩道などの手前に停止している車は、歩行者などが横断しているために停止しているかもしれないので、一時停止をして安全を確かめて通行します。問題74。ハイドロプレーニング現象とは、タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けると、タイヤの後ろに波の形が現れることで、やがてタイヤが加熱してバーストする危険がある。答えは×です。空気圧の低いタイヤで高速走行を続けたとき、タイヤの後ろに波の形が現れ、加熱してバーストする現象は、スタンディングウェーブ現象と言います。ハイドロプレーニング現象とは、路面に水が溜まっているときに高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、摩擦力が失われ水の上を滑走する現象です。問題75。車が荷物の積み下ろしのために停止する場合は、すべて駐車になる。答えは×です。車が荷物の積み下ろしのために継続的に停止するときは駐車になりますが、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は停車になります。5分を超える場合は駐車、5分以内の場合は停車と覚えておきましょう。問題76。日常点検は、走行距離や運行状況などから判断した適切な時期に行う自動車と、1日1回運行する前に行わなければならない自動車がある。答えは○です。日常点検は、運転しようとする人が
日頃自動車を使用していく中で自分自身の責任において行う点検で、自家用の普通乗用自動車や大型自動二輪車、普通自動二輪車などは走行距離や運転時の状況などから判断した適切な時期に行い、バスやタクシーなどの事業用の自動車などは1日1回運転する前に行います。問題77。車に重い荷物を積んでいるときは、荷物の重みでブレーキの利きが良くなり、制動距離が短くなる。答えは×です。制動距離とは、ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る距離で、一般的に重い荷物を積んでいる場合、その荷物が重ければ重いほど、制動距離が長くなる傾向があります。問題78。園児が乗り降りしている通園バスのそばを通行するときに、十分な間隔があったので徐行しないで通行した。答えは×です。児童や園児などが乗り降りするために止まっている通学通園バスのそばを通るときは、例外なく徐行して安全を確かめなければなりません。これは児童や園児の行動特性などから予測できない動きをすることがあり、特に注意する必要があるため、いつも以上に気をつけなければならないことを意味するものです。問題79。対面する信号が赤色でも、右向きの青色の矢印が点灯したときは、特定小型原動機付き自転車や軽車両も矢印の方向に進むことができる。答えは×です。車は対面する信号が黄色や赤色でも、青色の矢印が点灯したときはその方向に進むことができますが、特定原付や軽車両は2段階右折をしなければならないので、右向きの矢印が点灯したときは進むことはできません。また、一般原動機付き自転車も2段階右折をしなければならない交差点では、右向きの青色の矢印が点灯しても進むことはできません。問題80。大型自動二輪車や普通自動二輪車と一般原動機付き自転車の荷台などには 60kg まで荷物を積むことができる。答えは×です。大型自動二輪車と普通自動二輪車の荷台や座席には 60kg まで荷物を積むことができますが、一般原動機付き自転車の荷台には 30kg を超えて荷物を積むことはできません。問題81。道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るとき、歩行者がいるときは一時停止しなければならないが、いなければ徐行で横切ることができる。答えは×です。道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るときは、その直前で一時停止するとともに歩行者の通行を妨げてはいけません。この場合、歩行者がいてもいなくても、横切る直前で一時停止することが義務付けられています。問題82。高速自動車国道や自動車専用道路の本線車道には、加速車線と減速車線は含まれない。答えは○です。高速自動車国道や自動車専用道路の本線車道とは、通常高速走行する道路で走行車線や追い越し車線を言います。加速車線、減速車線、途半車線、路側帯、路肩は本線車道には含まれません。問題83。クリープ現象とは、オートマチック車のチェンジレバーをパーキングやニュートラル以外に入れると、アクセルペダルを踏まなくても自動車がゆっくり動き出すことを言う。答えは○です。エンジンがかかっている時にチェンジレバーをパーキングかニュートラル以外にすると、ブレーキを緩めるだけで車が動き出します。この現象をクリープ現象と言います。問題84。近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきたとき、一時停止しないで、道路の左端のバス専用通行帯に入って進路を譲った。答えは○です。近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側によって一時停止しないで道を譲ることができます。そして
バス専用通行帯であっても、緊急自動車に道を譲るときは、その中に入って譲ることができます。問題85。高速道路で燃料切れや故障などのため、やむを得ず駐車するときは、車の後方に停止表示機材を置かなければならない。答えは○です。高速道路上で故障や燃料切れのため、やむを得ず駐車したときは、停止表示機材を置かなければなりません。その場合、夜間や昼間でも視界が200メートル以下の場合は、停止表示機材と合わせて、非常点滅表示灯か駐車灯、または微灯をつけなければなりません。問題86。高速道路のトンネルや切通しの出口は、強い横風のため、ハンドルを取られることがあるので、注意して通行しなければならない。答えは○です。トンネルや切通しの出口付近は、横風を受けてハンドルを取られることがあるので、車が流されないようにハンドルをしっかり握り、速度を控えて運転しましょう。切通しとは、山などを切り開いて通した道路を言います。問題87。踏切内で車が動かなくなったとき、発煙筒も非常ボタンもなかったので、煙の出やすいものを燃やして列車に知らせた。答えは○です。踏切で車が動かなくなったとき、列車の運転士に知らせる方法は次の通りです。警報機のある踏切では、非常ボタンを押して、警報機のないところでは、携帯している発煙筒を使って、警報機も発煙筒もないときは、煙の出やすいものを燃やして知らせます。問題88。軌道式内は車の通行ができないが、右左折などのため、軌道式内を横切るときや、他の車を追い越すときは通行することができる。答えは×です。車は軌道式内では追い越しをするための通行はできません。通行することができる場合は次の通りです。右左折や横断転回するときに軌道式を横切る場合、道路工事などや道路の幅が狭い場合、危険防止のためやむを得ない場合、標識によって通行が認められた自動車が通行する場合です。問題89。カーブや滑りやすい路面で後輪が横滑りを始めたときは、後輪が滑った方向の反対にハンドルを切ると良い。答えは×です。雪道や凍結した路面などで後輪が横滑りを始めたときは、後輪が滑る方向と同じ方向に軽くハンドルを切って車の向きを立て直すようにします。問題90。高速自動車国道の本線車道では、三輪と牽引を除く普通自動車の法定最高速度は、乗用自動車は時速 100km、貨物自動車は時速 90km である。答えは×です。高速自動車国道の普通貨物自動車の最高速度も時速 100km です。高速自動車国道の普通自動車の法定最高速度は、乗用自動車と貨物自動車の区別はなく、どちらも時速 100km です。ただし三輪の自動車や牽引自動車は時速 80km です。問題91。大地震が発生してやむを得ず車を道路上に置いて避難するときは、道路の左端に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーはつけたままにするか、運転席などの分かりやすい場所に置いておき、四輪車は窓を閉め、ドアはロックしない。答えは○です。大地震が起きた時など、車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておきます。やむを得ず車を道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーはつけたままにするか、運転席などの分かりやすい場所に置いておきます。四輪車の場合は窓を閉め、ドアはロックしないで、貴重品を持って避難しましょう。問題92。自動車の所有者は、自動車の保管場所を管轄する警察署長に、保管場所の届け出をしなければならない。答えは○です。自動車の所有者とは、自動車を買ったり譲ってもらった人で、
その自動車を使う人などのことで、自動車の保管場所とは自宅のガレージや駐車場などを言います。自動車を買ったり譲ってもらうときや、使う人などの住所などが変わったときは、自動車を保管する場所を警察署長に届け出なければなりません。問題93。二輪の自動車を除き、自動車の保有者は、自動車の使用の本拠の位置から 2km 以内の道路以外の場所に、保管場所を確保しなければならない。答えは、○です。自動車を買ったり譲ってもらう人は、その人が住んでいる場所から 2km 以内の場所に駐車場を確保しなければなりません。使用の本拠の位置とは、自家用車の場合、自動車を使う人の住んでいる住所のことです。問題95。時速 60km で走行している普通乗用自動車の停止距離は、乾燥した舗装道路の場合、約20メートルである。答えは、×です。時速 60km で走行している普通乗用自動車の停止距離は、約44メートルです。停止距離とは、危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが効き始めるまでの空想距離と、ブレーキが効き始めてから停止するまでの制動距離を合わせた距離を言います。問題96。高速道路を通行する場合、加速車線から本線車道に入るときは、徐行しなければならない。答えは、×です。本線車道に入ろうとするときは、加速車線で十分加速して、本線車道を通行している車の流れを妨げないように合流します。加速が不十分で合流しようとすると、本線車道を通行している車の正常な流れを妨害することとなり危険です。問題97。交通事故を起こしたとき、負傷者の救護や警察官に報告して指示を受けなければならないのは、過失の大きい方の当事者である。答えは、×です。交通事故が起きたとき、車の運転者などには3つの義務があります。続けて事故が起きないように、安全な場所に車を移動してエンジンを切り、負傷者がいる場合は可能な応急救護処置を行い、警察官に事故状況を報告します。このような緊急の措置は、当事者の過失の大小に関係なく義務付けられています。問題98。荷物が分割できないため、積載物の重量や大きさ、積載方法が規定の制限を超える場合は、行き先地の警察署長に届け出をすればよい。答えは、×です。積載物が分割できないため、重量や大きさが規定の制限を超えるときは、行き先地ではなく出発地の警察署長の許可を受けます。この場合、積載物の長さや幅が制限を超えるときは、その荷物の見やすいところに、昼間は 0.3 メートル平方以上の赤色の布を、夜間は赤色の灯火または反射機をつけます。問題99。高速道路では、大型や中型の貨物自動車は、荷物を積んでいない場合でも、途半車線を通行しなければならない。答えは、×です。途半車線は、荷物を積んだトラックなど、上り坂で速度を出せない車が通行することによって、円滑で安全な交通のために設けられています。大型車などが必ず通行しなければならない道路ではありません。大型車など以外の車でも、速度を出せない車は通行するようにします。問題100。ハイドロプレーニング現象とは、ブレーキを使いすぎると加熱によりブレーキオイルに気泡が発生し、ブレーキが効かなくなる現象を言う。答えは、×です。ハイドロプレーニング現象とは、路面に水が溜まっている時に高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、摩擦力が失われ水の上を滑走する現象です。そして、フットブレーキを頻繁に使いすぎると、ブレーキの加熱からブレーキ液内に気泡が発生してブレーキが効かなくなる現象は、ベーパロック現象と言います。最後にあと1問追加です。カーブを走行するときは、カーブの半径が小さくなればなるほど遠心力が大きくなる。答えは、○です。カーブを走行しようとすると、
慣性による遠心力が働きます。この遠心力はカーブの半径が小さいほどその力は大きくなり、速度の2乗に比例して大きくなるので、速度が2倍になれば4倍に、速度が3倍になれば9倍になります。これで今回の動画は終わりです。最後までご視聴していただきありがとうございました。今回の動画のような要点を簡潔にまとめた動画も増やしていく予定ですので、よろしければご視聴してくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。